どうもこんにちは、パーキング中潮です。カーキの平川です。よろしくお願いします。カーキの橋本です。カーキの下神戸です。カーキの黒羽です。カーキのいるかはい、6冊か。2018年の秋に、早稲田大学のオリジナルソングを作るサークルで出会いました。僕と橋本くんと中島くんがその時組んで、ベースの人は、しげって名前のベースの人がいるんだけど、コロナ中にちょっといなくなっちゃったんで、そこで黒羽くんが2020ぐらいの秋頃に、夏頃か秋頃に入ってきて、で、キーボードが欲しくなって、キーボードが黒羽くんが弾けたので、そのお友達の下神戸くんが一応全員同じサークルなんですけどね。入って、今の対戦になりました。まあ、そうですね。難しい。まあ、僕、中潮って言うんですけど、なんだろう。まあ、スピッツ、日本のスピッツっていうバンドとか、イギリスのビートルズっていうバンドとか、よく聞いてました。あといつ頃？これはまあ、インタビューは小学生から大学生にかけてです。笑われてる？いや、僕は特に好きなのはあれですね。ちっちゃい時はゆずが家の車に流れていたので、ゆずいっぱい聴いてましたね。あと、まあルーツっていうのもわかんないですけど、NHK の番組が好きでした。子供みんなの歌そうとか、なんか日本語で遊ぼうとか、好きでした。以上です。なんか僕はお母さんがバンドが好きで。僕がちっちゃい頃に車で世紀末とかかかってて、世紀末ってバンドがいたんですけど、世紀末がかかってて、僕は言葉わかんないけど、世紀末の曲口ずさんでてみたいな悪魔のバンドなんですけど、そういう環境だったんですけど、で、なんで、そうですね、なんか野球やってたんですけど、中学校ぐらいまで。でもずっとバンドやりたいなみたいな気持ちがあって、で中学校ぐらいの時にサンボマスターを聴いてかっこいいってなってバンドをやりたくなって、で高校でドラム始めて今バンドやってるっていう感じです。2人がちょっと淡白すぎます。ごめん。自分は、なんか小さい頃に車で、なんかアウトキャストっていうアメリカのなんか南部のヒップホップデュオの CD がなぜか流れてて、なんかそこからヒップホップが好きなのと、そういうことだと文化史を作るんだよね。中学の時に、なんかレディオヘッドのそれまでの全 CD を集めたなんかボックスみたいなのがめちゃめちゃ安く売ってて、それたまたま買って、で、それをなんか聴いてて、レディオヘッドが好きで、ベース始めたのが高1くらいの時に、なんか友達がなんかセッペリンのコピー版やりたいって言ってて、それで呼ばれてベース弾いたのが最初。そうなんです。まあルーツは結構
演奏で言えば、なんかセッペリンとかが結構ルーツです。どっちチリもその時だった。そうですね。なんか、あんまり僕が小さい頃、日本の、まあみんなが聴いてるバンドとかポップスとかっていうのになんかあんまり触れる機会がなくて、それこそ小学生ぐらいの時はクラシックとか、なんかおじいちゃんがよくこうカセットテープで作ってくれて、それがなんか日本の昔の民謡とか、童謡とかが入ってるのとか、なんかクラシックの演奏を木琴で弾いたやつみたいなカセットテープがたくさんあって、それをよく聴いてて、で、小学校高学年5年生ぐらいの時に、その CD ラックの裏から、YMO の CD をピッてつけてきて、それを聞いて、そこからちょっと YMO とか、そこら辺の関連の人たちの聞くようになってったっていうのが、なんか自分にとってちょっと音楽の変化としてまずあって、で、中学ぐらいに、当時通ってた塾の、先生に、まあ、僕が YM を聴いてるっていうのを話したら、まあ、同年代のカシオペアっていうフュージョンのバンドがいるんですけど、なんかその人たちも聴いてみるといいよね。で、そこからこうカシオペアを、まあ、高校1、2年ぐらいまで結構聴いてて、で、今バンドで DX7 っていうキーボードを使ってるんですけど、なんかそれは結構カシオペアが当時使ってたキーボードっていうのも結構あって使ってるっていうのがあります。で、まあ高校に入って、まあ軽音楽部で僕はキーボードを弾いたんですけど、高2の冬ぐらい、1月とか2月とかそんぐらいの時に、なんか YouTube でなんかふらっとこう聴いてた時に、ハッピーエンドっていうバンドを聴いて、あそこから結構バンドっていうものを、ロックバンドっていうのを結構聴くようになってって、で、ベースに興味を持ったっていうのがあって、そこからは結構ベースをこう弾く機会が多くなっていって、まあなんかフラフラしてたら今に至るっていう感じです。先ほど飛んでしまったしげ君があんまり覚えてないんですけど、なんか色をそうだね入れた方がいいみたいなことを言ってて、でその時彼は年上だったんで、中島君と橋本君の2個上で僕の1個上ぐらいだったんで、大人の言うことをね、聞くかっつって、僕らも18歳と19歳だったんで、そうなんだと思って、じゃあカーキだねって彼がいなくなっちゃったので、今別に何の思い出も名前にないんですが、そうだから僕が見たタイミングでさ、名前変えるみたいな。そう名前変えたいねみたいな。でももういいよもういいよ何でもなので、まあいきさつはそういういきさつで特に理由はないですね。僕らのバンドがその2021年の時ぐらいにまあちょこちょこライブハウスとかで出るようになった時に、まあじゃあどういうバンドなのかみたいなので、フォークロックバンドみたいに言われることがまあちょこちょこあって、ただまあ僕ら的に別にフォークロックをやってるみたいなのはそんなに強くなかったんですよ。で、なんかもっとそういうカラッとした音楽よりはもう少しこう湿度のあるような音楽だし、フォークではないしっていうので、まあ平川君が結構野球が好きなので、野球の投法で、まあ、フォークっていう投げ方があるんですよ。ね、あるんですよね。で、まあフォークじゃない。でそれはスライダーだったらいいんじゃねってなって、ハイヒュービリティスライダーロックっていうのはそういうところから。ラジオでなんかそういうのつけなきゃいけなくて、チコピーなんかありましたって言われて、あれがいなきゃで、っていう産物ですね。されてる理由は、まあ活動はしてたんですけど、2018年から。でもまあそうですね、なんか CD とか出したり、ライブちょっと多くやりだしたりしたのがまあ2021年ぐらいだったんで、なんかライブハウスの人になんか勝手に言われましたね。勝手に2021年指導のバンドみたいな、本格指導のバンドって言われたんで、まあ自分たちはまあただまあ僕が入ったタイミングで結構バンド的にまあ悩んでたというか、今後どうしていったらいいかわかんないなみたいな
感じが、割と白紙な状態だったのが入った時はね。で、方向ってどうするかみたいので、まあじゃあとりあえず、なんか、まあ音源を結構まとめて、今まで作ってきたものとか、まあいろいろ他でもやってたものっていうのを、まあ僕が入ったっていうのを、こう、まあある種きっかけにして、作っていこうみたいになったっていうことで言うと、まあ正確には2021っていうか2020末外向きには2021だけど、内向き的には2020年の末頃に、まあちょっとじゃあ、まずちょっと趣向を変えて、ちょっと音源とか本格的に作っていきますかってなったのはあるのかな。21年の1月くらいにアルバム作ろうみたいな話になって、そこからバーって曲詰めたり。まあコロナもね、あって、あんまライブハウスとかもなくなっちゃったから、まあ橋本くんの家に割とみんなでこう集まって、なんかこう曲作りみたいなとこね、ちょっとそれで早く食べて仕事とって、いろいろこう試しながらアルバムを、まあ、最終的にはその年の、まあ、末11月かな。出したのは、まあ、その、10ヶ月、11ヶ月回しかけて、ちょっとずつこうね、積み重ねて撮ってたみたいなとこはありますね。と橋本くんと黒羽さんともう一人別のギターの人がそういたバンドを、まあ、カーキと同時並行ぐらいでやってた時があって、まあ、それですね、ロン君。今やってない。今はやってないですね。やってないね。終わりました。まあ僕と中潮君が割と知り合うきっかけになったのはその、まあそうです。そのまあ今いない吉原ってやつがこう繋げてくれたっていうのがあって、まあそれきっかけでまあいろいろ中潮君とやってるうちに、まあなんかカーキのベーシストがいなくなったからじゃあ誰にするかみたいので僕が呼ばれたっていうのは聞いてますけど、まあこっちでどうだったかは知らないんだけど。そんな覚えてない。そんな覚えてないよ、そんな。なんで僕が知らないって説明しなきゃいけない。平川声がでかいとか。今ちっちゃい。そうかな。全然ちっちゃい。でも一番最初に中潮くんを見たときは、なんかベルベッツのなんか新刊の演奏会みたいなで、1年生が自分のバンド組みたいのでみんな見てくださいみたいな会があったんですけど、で僕はスーパーカーの演奏してて違うバンドで次に中潮くんがベルベットアンダーグラウンドのキーボードボーカルをしてて、かっこいいなと思って、まあ別に今もそうなんですけど、細いなと思いましたね。一番最初は。細いな、かっこよ細かったいいなと思いました。それ今は特にないですから、最初はそうかっこいいな、こんなやついるんだと思ってぐらいですかね。で下神戸のことはまだあんまりそんな知らないです。もともとここがねお友達だった、まあ、友達というかサークルの同期だったのであんまり分からない。橋本君はなんか好青年がいるなって思いました。そうなんだ。でも俺があれだよね、最初に声かけて、そうサークルそうだね。サークルのなんか入部だっけ、あれなんか。そう入サークルに入りましょうみたいな会の時に前の方にめっちゃでかい人が座ってて、なんか一番声かけやすそうだったから声かけて、でそこから一緒にさっきのスーパーカーとかも一緒に僕がドラムやって。ちなみにギターはロングのギターでした。そうだね。でベースがさっきのシゲ。逆ロング。そう。黒羽の印象は、僕は、一番最初に会った時は、長髪で、ここら辺まで髪の毛があったので、僕がね。で、ほんと、一昨日ぐらいにバイパイと同じなんですけど、あの時はそれで人を選別してたらしい。その、隣に、これについてこれるかみたいな髪の毛で、そういう気持ちで長髪にしたので、気持ちもちょっとあったね。僕は怖いなと思って。怖いっていうか、まあ、変わった人がいるなんだろうなって思いました。ドムと来た時めっちゃ怖かったよね。あれちゃんと振り落とされてる。ついていけたやついなかった。いや、そう、なんか僕と黒羽はカーキのよりも前に
ここ2人と、あともう2人、4人組でバンドやってて、で、そこからの仲なんですけど、すごい、注文が結構あるんですよね、ドラムに対して。なんか、もっとこうしてとか、なんだろうね、ここの、なんて、ためがとか、リズムに関して結構、こだわりが強い。でも、なんか、今思えば、それのおかげで、今、なんか自分でも、後で聞き返して、あ、いいドラムだなって思う状態に来れたなって思うんですけど、なんか一時期は本当に言われすぎて、もうぶっ殺したいぐらいまで、本当に、イライラじゃないけど、まずお前ドラマーじゃねえしなみたいな、そういう気持ちになったことはありましたけど、まあでも今となってはね、ありがとうねっていう感じです。じゃあ逆に、あれですね、なんでやんないのかなって思います。このバンドがこんなに人数いるんだからみんなができた方がいいよねと思います。一人に印税とか言っちゃうとね、そんな金が欲しいからです。そんなことはない。いや、全然そこら辺はね、歌詞に対して文句言ったこととか一回もないと思う。そうです。あれいいよねはあるけど、別になんか文句とかない。あんまり理解しない。ですけど、必要がないからあんまり理解してないかも。中島君に多分中島が作った歌、ね、あれ何だったんですかってなったら、多分中島君に聞かれるから。それもそうだし、僕個人的には、その歌詞っていうのを、じゃあ別に、文章を喋る言葉として、じゃあ解釈してもらうために説明をすると、多分本来の歌詞の意味と翻訳して説明しなきゃいけなくなって、でまあそれはそれで別に歌詞の意味が100伝わるとは思わないので、まあ、別にあえて説明する必要もない。その歌詞で感じ取ったので伝えるっていうところは別に楽曲に対しても詩に対しても同じなので、っていうことだと思う。僕はそういう気持ちでやってますけど、知らないですけど、今たちがそうだから。俺は分かられてました。そういうことまあ、そうですね。だから僕で言ったら平川君の歌詞とかはまあ別にそんな意味は分かってないですけど、いいなって思いますよ。で、一回僕の「ザガールって曲を中島君書いて僕歌詞書いたんですけど、お客さんか誰かにこういう意味だったんです、ツイッターかなんかで書いてもらったのを橋本君が見て、平川さんああいう意味で書いてたんですか、すごいね、まあいうぐらいの認識の同士でやってます。考察みたいなのをしてくれた人がいてっていうぐらいの認識をしてやってますね。このままです。そうなんだ。それは知らないんだ。全然。なるほど。でもね、そんなことないですよね。割となんか分かる、この5人が全員ずれていたら変だと思わないじゃないですか、5人同士の中で。だからおかしいと思ったことはあんまりないかもしれないですね。なんかあるかな。普通の人に思うぐらいのおかしいはあるけど、なんだそれみたいな、別に他の社会生活してる人たちに思うこともあるじゃない。と同じぐらいかちょっとプラスぐらいかな。ちょっとせっかちすぎる人とか、まあ別に普段結構一緒にいるんで、あんまりもうなんか違和感とかはそんなに感じなくなってるところはあるかもしれないですね。もう他にこれ以上会う人いないんで、まあ一緒に例えば1週間のうちとかに一番会うんで、そんなになんか世の平均から見てあれかもしれないけど、別にその自分基準の平均点で考えると別にそんな変じゃないっていう感じ、ここでのっていう感じだと思いますね。って感じですね。